このご時世に大卒じゃなくてもつける仕事があるなんて驚きだわ。失礼だけど、あなたと私たちじゃ会話が成り立たないかもしれないわね。中卒で高等専修学校へ通い、今はホテルマンとして働いている私に向かい、義母になる人が見下したようにそう告げてきた。なあ、兄さん、さすがに俺たちとじゃ生活レベルが違いすぎるんじゃない？この家のように金と社会的地位があれば、子供を好きな大学へ通わせ、就職をさせることだって難しいことじゃない。それが保護者の解消というものじゃないのか？義弟や義父も口々に言い、私だけでなく同席していた私の祖父母まで馬鹿にしてくる。両親が亡くなった後、愛情たっぷりに育ててくれた祖父母まで馬鹿にされることは許せなかった。私が反論しようとした瞬間、祖父が義父に向かってグラスの水をかける。突然激怒した義家族であったが、その直後、とある事実を知り、彼らは青ざめ、ガタガタと震え出したのだった。私の名前は相川奏。小学校低学年の頃、両親が不慮の事故で亡くなった。それから私は祖父母に育てられ、中学校卒業後は高等専修学校へと通い、今はホテルマンとして勤めている。両親がいないことを周囲からはいろいろ言われたが、祖父母は私を大きな愛情でもって大切に育ててくれた。私はそんな祖父母が大好きで、とても感謝しているのだった。奏、今日は遅くなるの？うん、良介と食事してくるから。朝食の席で祖母とそんなやりとりをしていると、食後のコーヒーを飲んでいた祖父がどこかそわそわしながら口を挟んでくる。なんだ、良介くんとはうまくいっているのか？いつも温厚な祖父にしては珍しくそっけないくらいのその言葉に横で祖母が呆れたように笑った。いやね、もう奏気にしないでいいからね。この人、奏がもうすぐ結婚するからって拗ねてるのよ。拗ね？違う。わしは別に。そう反論しながらも図星だったのか、祖父は耳の縁を赤くしながらそっぽを向く。うん、おかげさまで良介とはうまくいってるよ。それに結婚しても私がおじいちゃんとおばあちゃんの孫であることに変わりはないし、ちょくちょく顔を見せに来るね。私は現在同級生である山村良介と婚約を交わしている。彼とは小学校と中学校が一緒で、今まで何度もこの家へ遊びに来ているので、祖父母とも旧知の仲であった。それに私が彼と結婚すると告げたとき、一番に喜んでくれたのは、何を隠そうこの祖父などだ。それを分かっているから、私も笑ってそう返す。ああ、そうだ。両家の顔合わせがてら食事会でもどうかなってなってて、今日もその打ち合わせをしてくるの。場所が決まったらまた知らせるね。ええ、わかったわ。ほら、奏、あんまりのんびりしていると遅刻しちゃうわよ。ほんとだ。その声に慌てて立ち上がり、食器を片付けてから身支度を整え、私はいつも通り祖父母に見送られながら元気に出勤するのだった。その日の夜、約束通り婚約者である良介さんと行きつけのカフェで食事をしながら、私は両家の顔合わせのことを切り出した。それで、場所なんだけど、どこか希望はある？もしよかったら、専修学校時代の同級生が働いているホテルのレストランはどうかなって。私が挙げたホテル名に、良介が笑顔でうなずく。ああ、あの老舗の？リーズナブルなのにホスピタリティが高いレストランって、この間雑誌でも取り上げられてるの見たよ。でもあそこ、半年先も予約で埋まってるって言うけど？それが、同級生に事情を話したら、ちょうどキャンセルが出てるから、その日でよかったら予約を入れてくれるらしくて。でも、良介のご両親のご希望なんかもあると思うし。ああ、うん。奏の言葉に良介が淡く苦笑する。
両親の話を出すと、彼は決まってこんな顔になる。良介の家系は代々証券業界に勤めるエリート一族だ。実際彼も大学卒業後は業界2位の証券会社で営業マンとして働いているし、彼の父に至っては業界1位の大手証券会社の本店で営業部部長、そして母は支店で副支店長を務めている。その分エリート意識とプライドも高いのだと以前良介はそうぽつりと漏らしていた。ちなみに彼らは当然長男が自分たちと同じ会社で働くものと思っていたらしいが、その予想に反してわざわざ業界2位の会社へと入社した息子のことを今でも何かとあればチクチク言うらしい。そういえば大学4年生である彼の弟は昨年に就職活動を始めて早々、父のコネで父の会社への内定が決まったと言っていたっけ。勢いとチャレンジ精神がある社風を気に入り、今の会社で働き出した良介だったが、偉大な両親にはやはり思うところがあるのか、いつもどこか気遅れを感じているようだった。さすがに大丈夫じゃないかな。何せブランドが好きな人たちだから、伝統ある老舗ホテルだと言えば納得すると思うし。それに、せっかく奏の同級生が親切で言ってくれてるんだからさ。良介はそう穏やかに言って、人好きのする笑みを顔いっぱいに浮かべる。彼の笑顔は不思議と相手をほっとさせる力があると私はいつも思う。良介は私の初恋の人だった。両親を亡くしたばかりで一番辛い時、周囲が私を腫れ物扱いする中、彼だけはいつもこの笑顔で変わらずそばにいてくれた。その変わらない優しさに、当時の私はとても救われた心地がしたのだった。ご家族の考え方がどうあれ、良介は良介でこのようにとても素敵な人なので、そんな男性と結婚できる自分はなんて幸せ者なのだと、我ながらのろけのようなことを考えながら私はうなずく。じゃあ、同級生にはお願いしておくね。そうして私たちは引き続き式のことや心境のことなどを話し合ったのだった。だが食事会の2日前、突然良介から電話が入った。聞けば彼の両親が場所を変えてくれと言っているらしい。今から？そもそも急にどうして？うちの両親も一旦は納得したんだけど、母がどこからかあのレストランはリーズナブルだって聞いてきたらしくてさ、格式あるホテルでサービスの質も高いって言っても全く聞き入れなくて。本当にごめん、と沈んだ声で彼が何度目かの謝罪を口にする。きっと背中を丸めて小さくなっているのだろう。その姿を容易に想像できて、私はそれ以上何も言えなくなってしまった。わかったわ。とりあえず同級生にはキャンセルをお願いしておくけど、今からじゃご両親が納得するようなレストランを予約できるかどうか。だよな。その後、2人で何軒か当たってはみたものの、案の定どこもいっぱいで、結局顔合わせは良介の実家で行われることとなった。幸い祖父母も、またせっかく声をかけてくれたのにキャンセルしてしまった同級生も、快く変更を受け入れてくれたが、私は一抹の不安を抱えながら2日間を過ごしたのだった。そして顔合わせ当日、祖父母と一緒に訪れた良介の実家は洋風の豪邸であった。小中学校が一緒といっても、広い学区の隅と隅に互いの家が位置しているため、私は今までこちらのご実家を訪れたことはない。ザ・日本家屋である祖父母の家との違いに気遅れしながら玄関をくぐると、そこには良介のご両親、そして弟さんが待っていた。さすがエリート一族というか、3人とも洒落た格好をされているが、それに合わせられている時計や指輪、そして香りのきつい香水が、これでもかと存在を主張しているため、上品とはあまり言えない仕上がりになっている。そして私たちが手土産を渡し、ソファーにかけたそばから直前の変更を誤りもせず、義父がいたけだかに口を開いた。初めからうちでやることにしておいたらよかったじゃないか。それを予約だなんだと余計な手間をかけさせて。父さん、そんな言い方。
それに、奏は忙しい中、同級生にキャンセルのことをお詫びに言ったんだよ。それを。父の態度を良介が咎めるが、私はそれには首を振り、笑顔を向ける。はい、お手間をかけてすみませんでした。ご両親のご意見も聞かず、失礼いたしました。それにしても、ご立派なお宅ですね。祖父母の家は日本家屋なので、こういう洋風建築も新鮮で素敵です。私がそう言えば、岐阜はふんと鼻を鳴らして、当然だ、と答える。我が山村家は歴史のある家だからな。そりゃ、そこら辺の一般家庭とは比べ物にもならない。そこから岐阜の話は家のことや仕事のことなど、ひとしきり自慢に終始していたため、私たちはひたすら、すごいですね、ご立派ですね、を繰り返す。うなずきロボットのようになるしかなかった。そして、息つく暇もなく、今度は真っ赤な口紅と派手な指輪で装った義母が、主に私に矢継ぎ早な質問を浴びせてくる。奏さん、あなた出身大学はどちら？ホテルのお仕事とは具体的にどういったことをなさるの？お友達にはどういう方がいらっしゃるのかしら？なんだよ母さんまで。そんな一度に質問したら奏が答えられないだろ。それに大学や友人ってそれ俺たちの結婚に関係ある？止めに入った息子に義母は細い眉をつっと潜めた。あら、私たちこれから親戚になるのだもの。大事なことよ。ねえ、奏さん。わざとらしく猫なで声でそう呼ばれ、私は笑って、そうですね、と口を開いた。そして順番に義母の問いに答えていく。良介さんから聞いていらっしゃるかもしれませんが、私は小学校の頃に両親を亡くし、祖父母に育てられました。中学を出てからは高等専修学校へ進み、今はホテルのフロント業務を主に担当しています。だがその瞬間、良介を除いた山村家の面々の顔色が変わった。岐阜は苦虫を噛みつぶしたような顔をし、義弟は肩をすくめて半笑い。そして義母はキリキリと眉をつり上げ、信じられないものを見るように私を見た。このご時世、大卒でなくてもつける職業があるなんて、ホテルのお仕事って誰にでもできる簡単なものなのね。そういうわけでは。ちなみに、うちの職場には大卒しかいないし、私たち息子もみんな、もちろん有名大学よ。そこで義母はため息を吐き、それからこちらを完全に馬鹿にした態度でせせら笑う。失礼だけど、私たちと奏さんじゃ、会話自体が成り立たないかもしれないわ。なんてこと言うんだ。対面の良介が立ち上がって怒ってくれているが、私は義母のあまりの言葉にあっけに取られてしまっていた。私がホテルへと勤めたのは、亡き父の影響だ。父は日本を代表するホテルで最年少で支配人まで上り詰めた人で、私は幼い頃からその背中にとても憧れていたのだった。それを誰にでもできる簡単な仕事と馬鹿にされ、私はショックを隠しきれない。けれど何も言わなくなった私をどう思ったのか、義家族たちは今度は祖父母へと話を向ける。奏さんはあなたたちが育てられたとか？失礼ですが、お仕事は今もされてらっしゃるの？その問いに、それまで黙っていた祖父が、いいえ、とゆったり首を振った。私らはもう現役は退いていて、今は貯蓄と年金で静かに暮らしています。すると義母はじろっと見聞するように私たちを見やり、それからさらに見下すような色を乗せて、口の端を歪めた。ああ、それでそんなみすぼらしい。いえ、質素な格好でいらっしゃったの。なあ、兄さん。さすがに俺たちと奏さんとじゃ生活レベルが違いすぎるんじゃない？母に追従するかのようにして、今度は義弟までもがそんなことを言った。
さらには義父が眉間にシワを寄せて祖父母を睨み、ボソボソと口を開く。この家のように金と社会的地位があれば子供たちを好きな大学へ通わせ就職をさせることだって難しいことじゃない。それが保護者の解消というものじゃないのか？義父の嫌味に続いて義弟の能天気な声が響いた。そうそう、俺みたいにね。本当に兄さんもバカだよな。なんでわざわざ他の会社なんて受けたの？給料だって絶対に父さんたちの会社の方が高いのに。弟にまで見下され、対面に座る良介の拳がぎゅっと握り込まれる。私は祖父母を馬鹿にされたことに耐えきれなくなった。抗議しようとした、その時だった。身を乗り出した私を横の祖父がやんわりと止めた。そして祖父は出されたグラスをしっかりと握り、腰を上げると、8割ほど残っていたその水をソファーでふんぞり返っている義父の頭の上へと思い切りぶちまけたのであった。おや、手が滑ってしまった。ひょうひょうと祖父がそんなことを言い出す。まあ、なんてことをなさるの？水浸しの義父を見て義母が悲鳴を上げた。謝って。今すぐ土下座なさい。これだから教養のない人間は嫌い。やることが下品なのよ。自分たちの言動を棚に上げ、わーわーと大騒ぎをする義家族。だがそこへ必死に感情を抑えたような良介の声が割って入った。母さん、謝るのは母さんたちの方だよ。奏のご家族がどんな人たちなのか知りもしないで。そして良介は私の祖父母のことを話し始める。こちらのおじい様は、現役時代は銀行の執行役員でいらっしゃったんだよ。そして、おばあ様は、大手メーカーの創業者一族の出で、今でもそこの株主でいらっしゃる。息子が挙げた銀行名を聞いた途端、義両親の顔色がさっと変わった。それもそうだろう。祖父が勤めていたのは、祖父たちが働く証券会社と同じ系列の巨大銀行なのだから。それに、おじい様は現役こそ引退されたものの、今は同グループで外部への情報漏洩や内部不正を取り締まる監査委員会の委員を務めていらっしゃるんだ。そんな。水浸しの頭を拭いもせず、義父はその方を引きつらせる。すると今度は祖父が内ポケットから小さな機械を取り出し、テーブルの上へと置いた。そして、とどめを刺すがのごとく、場違いなほど穏やかな口調で続ける。これは、ボイスレコーダーです。顔合わせ直前になって自分たちの都合を押し付け、良介くんと孫を振り回したあなたたちにはどうも不信感を覚えていましてね。念のために持参したのです。もちろん、今までの会話も録音していますよ、と添え、祖父は改めて義家族たちを見合った。あなたたちの勤める会社は今、様々なハラスメントへの対応を強化しているのはご存知かな？この録音データは後日、役員会議にかけますので、そのおつもりで。祖父の一言に、もはや何かを言う気力さえなくしたのか、義家族たちは真っ青な顔で黙り込んでしまった。そんな自身の家族を一別し、良介は祖父母と私に深く頭を下げる。こちらの家族が大変失礼なことをいたしました。許されなくて構いません。おじい様とおばあ様が反対なさるなら、奏さんとの結婚も考え直します。本日は本当に申し訳ありませんでした。良介！その言葉に私は思わず彼の名を呼んだが、そんなこちらを止めるようにして、祖母が私の手を引いた。奏、今日はひとまずおいとましましょう。でも、奏、やめなさい。穏やかながら、有無を言わさない口調で祖父にそう言われ、私はしぶしぶ口を閉じる。すると祖父は私をなだめるようにして、数回優しく肩を撫で、続いて頭を下げたままの良介の肩をそっと叩き、
わずかに目元をほころばせた。良介くん、今度またゆっくり話そう。良介が頭を上げ、それから祖父の方をしっかりと見つめてうなずいた。はい。かくして波乱の顔合わせは一旦お開きとなったのだった。後日、祖父は言葉通りあの録音データを会議にかけた。そうして義両親は役職を剥奪されることとなり、また義弟の内定も取り消しとなる。その後、定年退職目前での平社員への降格をプライドの高さゆえどうにも受け入れられなかったのか、義父は自ら退職を申し出たらしい。また義母も社内での身の置きどころをなくし、しばらくして退職したそうだ。一方、良介はあれから自身の家族と縁を切った。そして改めてこちらの家を訪れてくれた。諦めようと思いましたが、やはり奏さんのことを忘れられません。両親があのような無礼を働き、お怒りのことでしょう。許していただけるまで何年でも待ちます。良介が深々と頭を下げて言う。必ず私を幸せにする。今はとにかく仕事で早く一人前になることなどを一生懸命話してくれた。それを黙って聞いていた祖父母は、彼が話し終わるとにっこりと笑った。何も奏との結婚を反対していたわけじゃないよ。こちらこそ、孫をよろしくお願いします。そう頭を下げたのだった。直前でいろいろなことはあったが、こうして無事私たちは結婚の運びとなり、また良介からの提案で私たち夫婦は今、祖父母と一緒に暮らしている。私たちが一緒に暮らしてもいいかと尋ねた際、どちらでも好きにしなさいと言ってくれた祖父だが、後で祖母からは泣いて喜んでいたと聞いた。私も結婚してもこうして祖父母のそばにいることができ、同居を提案してくれた良介にはとても感謝している。また良介はそれまでの両親への気遅れが解けた様子で、ついに営業成績が社内1位となったらしい。そして私にも転機が訪れる。実は父が働いていたホテルからヘッドハンティングされたのだ。父の背中にはまだ遠いものの、私は今憧れの職場で毎日生き生きと働いている。